ミントが香るポークカレーの作り方です。豚ロースを3枚準備して縦にカットします。トマト、玉ねぎは約3分の1程度ずつを準備してこのように細かくカットします。香りよく仕上げるために体にいい効果もあるクローブ、カルダモン、シナモンをこのように入れて潰します。潰して入れることで香りがより引き立ちます。そしてこのようにポークの上に乗せておきましょう。カレーリーフは今回庭から採れたてのフレッシュなカレーリーフを使っています。このようにちぎることで香りがふわっと広がっておすすめです。玉ねぎ、トマトを合わせておきましょう。ポークの上にオリーブオイルとニンニク、生姜でブレンドしたこちらのペーストをこのように入れていきます。スプーンは大さじを使っています。この大さじのスプーンでマスタードも入れていきましょう。次に小さじを使います。塩、スリランカ産のカレーパウダー、スリランカ産のターメリック、スリランカ産のチリパウダー、スリランカ産のブラックペッパー粗挽き、手でよく混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら30分放置しておきます。その間にココナッツミルクも準備しておきましょう。これは大さじを使っています。水で溶くよりも溶けやすいので、ぬるま湯かもしくはお湯で溶いてココナッツミルクを作ります。30分経ちました。鍋に油をひいてトマト、玉ねぎ、カレーリーフを入れて炒めます。このように玉ねぎが少し焦げた状態になったらカレーパウダーを小さじ2杯入れました。チリパウダーは小さじ3分の1ぐらい入れました。そしてこのように混ぜ合わせて全体に馴染んだところでポークを投入します。混ぜ合わせたらだいたい 100ml ぐらいの水を入れて1つまみ分程度のミントを入れて、そして蓋をして5分煮込みます。5分経ったら蓋を開けてこのまま水分を飛ばしていきましょう。味を見て塩が足りないなと思ったら塩を少し足しましょう。この程度水分を飛ばしたらココナッツミルクを流し入れます。そしてここからさらに煮込み続けます。5分ちょっと経つとこのくらいとろみが出てきますので、だいたいこのくらいのとろみがついたところで味を再度見てレモンを絞り入れる準備をします。レモンを絞り入れたらまた再度最後に味を見ましょう。絞りすぎると酸っぱくなってしまいますし、足りないといまいちになってしまうので、このレモンの加減と塩の加減は重要です。できました。バスマティライスや日本のお米に合わせるのはもちろんですが、パンにつけて食べるのも美味しいので、ぜひやってみてくださいね。この動画の前にゴツコラサンボールというのを作っていますが、このカレーに合わせるのもとても美味しいので、ぜひそちらも見てみてください。